皆さんこんにちは、沢渡一馬です。イラストを描くことに情熱を持っているけれど、完成まで持っていけない、ラフ、線画、着色というステップを踏んでも、途中で挫折してしまう。イラストをうまく仕上げるには、やはり完成させることが一番大切だとよく言われますが、その完成させるが一番の難関と感じている。このような悩みで頭を抱えたことはありませんか？実はイラストを描く過程でよくあるこの途中で挫折するという問題には気づきにくい落とし穴があるんです。そして意外にもプロのイラストレーターもこの落とし穴にはまることがあります。イラストのノウハウ本を読んでもこの点をしっかりと説明しているものが少ないのが現状です。今回の動画ではイラストを描く上でよくある落とし穴を明らかにし、それを IT エンジニアの視点からどう解決できるかをお話しします。私たちが日常で使っている思考法や問題解決のスキルが実はイラスト制作にも役立つんです。この動画を最後までご覧いただければ、イラスト制作で直面するこの問題を乗り越え、作品を完成させるための秘訣をつかむことができるはずです。ちなみに私は大手システムインテグレーターで日々システム開発に従事している IT エンジニアです。また趣味でイラストを描いており、小さい頃から約20年間絵を描く間にいくつかのコツをつかんできました。このチャンネルではイラスト技術の向上だけではなく、創造性を高め、日常生活でも役立つ実践的なメソッドを紹介しています。今日はイラスト制作で直面する完成できないという問題を乗り越える方法に焦点を当てます。画力を向上させたい、または仕事や学業などでもっと成果を上げたい方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。プロのイラストレーターでも陥りがちな視点、それは手段の目的化です。まずは、描くことの目的と手段の違いを知ることが重要です。簡単に言うと、目的とは何を成し遂げたいのか、そして手段とはその目的を達成するためにどうするかです。例えば、あなたが今とてもお腹が空いていて何か食べたいと思っているとします。ここでは、お腹を満たすというのが目的になりますね。その目的を達成するためにご飯を作るやご飯を買うといった行動をとります。これが手段です。ここではご飯を買うためのお金を稼ぐと決めたとしましょう。でも手段の目的化というのはこの手段に夢中になりすぎて本来の目的を忘れてしまうことを指します。つまりお腹を満たすことを忘れて、ただお金を稼ぐことだけに集中してしまうのが良い例です。イラストを描くことにもこれは当てはまります。イラストの目的は例えば人を楽しませることかもしれません。そのための手段としてラフを描く、線画を描く、着色するといった工程を踏みます。でもこれらの工程に夢中になりすぎて、最終的に人を楽しませるという目的を忘れてしまうことがあります。この問題はプロであっても陥りがちです。例えばイラストのテクニックを紹介する本がどうやってラフを描くか、どうやって線画を引くかといった手段ばかりを強調していると、読む人はその目的を見失いがちです。では目的を達成するためにはどうしたらいいでしょうか？重要なのはいつもなぜこれをするのかという目的を念頭に置きつつ、その目的に適した手段を選ぶことです。しかし目的を考えるだけでいいのかと疑問に思うかもしれません。答えはいいえです。なぜならどんな方法を選ぶかを決めるとき、見落としがちな隠れた前提があるからです。例えばもっと上手な絵を作りたいと思っているとしましょう。これがあなたの目的です。そして上手な絵を作るための手段として最も簡単な方法は、もしかしたら生成 AI に絵を描かせることなのかもしれません。ですが本当に大切なのは、あなたが本当に求めているのが AI に描かせた絵なのか、自分自身の手で心を込めて描いた絵なのかを知ることです。この動画のようなイラスト講座をご覧になっている皆さんは、自分自身の手で絵を描くことに価値を見出しているのではないでしょうか。これが自分で絵を描きたいという隠れた前提です。この隠れた前提を見落としてしまうと、本当に望んでいた目的に合った方法を選ぶことが難しくなります。つまり何を達成したいのかを考えるだけではなく、どうやってそれを達成したいのかという隠れた前提にも目を向ける必要があるんです。では隠れた前提にはどう気づけばいいのでしょうか？重要なのは自分が本当に何を求めているのか自問自答することです。例えばイラストを描く際には、なぜこのイラストを描きたいのか、どんな感情を込めたいのか、誰に見せたいのかといった質問を自分自身に投げかけてみましょう。そうすることで自分の真の目的とそれを達成するために必要な手段が見えてくるはずです。覚えておいてほしいのは、イラスト制作でも他のどんな活動でも目的を明確にし、それに合った方法を選ぶことが成功の鍵です。そしてその過程で隠れた前提を見逃さないようにしましょう。そうすることでより満足のいく結果につながるはずです。
ここまで目的と手段についてお話ししてきましたが、実は目的と手段は相対的な関係で絶対的な目的と手段というものがあるわけではないんです。ある目的を達成する手段が別の手段の目的になることもあるんです。健康の維持を具体例に説明します。最終的な目的は健康を維持することです。そのための手段として運動することがあります。よく言われるように運動不足は不健康を招きます。ここでは運動することは健康を維持することという大きな目的のための手段です。では運動するためにはどういったことが必要でしょうか。一重に運動するといっても、ジョギングをするのか、ウォーキングをするのか、それとも筋トレをするのか、手段はいろいろと存在します。そう考えたとき、運動をすることが目的になっていることがわかりますか？この場合、運動するという目的を達成するために、筋トレという手段を取ることになります。つまり、運動することは健康を維持するという大きな目的のための手段であると同時に、筋トレすることの目的でもあります。同じように筋トレすることを目的と考えたとき、手段としてトレーナーに直接指導してもらうパーソナルジムを使うのか、それとも器具と場所だけ提供するジムを使うのかといった複数の手段が考えられます。筋トレすることも運動するための手段であると同時に、ジムに通うことの目的でもあるわけですね。このようにある行動が一つの目的のための手段であると同時に、それが別の手段のための目的になることもあるのです。このような相対的な関係を理解することで、目的と手段をより柔軟に考えることができるようになります。さて、あなたがイラストを描く目的は何ですか？これは人によって違います。イラストを通じて感動を与えたいのか、技術を磨きたいのか、あるいはイラストで収入を得たいのか、目的は様々です。今回は自分が作った作品に満足し、意図したメッセージをしっかりと伝えられるという目的に焦点を当てます。この目的を達成するための手段は、もちろんイラストを完成させることです。それでは、完成とは何を意味するのでしょう？例えば、漫画を描きたいとしましょう。完成した漫画はどうあるべきでしょうか？キャラクターや背景の輪郭がはっきりしていて、陰影が適切にトーンで表現され、書き文字でキャラクターの動きや感情が伝わる状態です。この目的を達成するためには、線画、トーン、書き文字で画面を整える必要があります。そしてそれを決めるためには、伝えたいこと、表現したいことをまず明確にする必要があります。このように目的を達成するための手段を逆算して考えることができます。しかしこれは一例に過ぎません。目的に応じて他にも様々な手段が考えられます。大切なのは自分にとっての明確な目的を自分なりに設定し、それを達成するための方法を逆算して考える能力を身につけることです。さて、先ほどのイラスト完成までの目的と手段の連鎖では、あえて線画、トーン、書き文字といった要素をどのように行うかについて説明しませんでした。線画をきれいに描くためにはブレない線を引いたり、線の太さやタッチを変えて材質を表現したりするなど様々な方法があります。これらは作品をより良くするプラスアルファの要素です。これらの技術が不十分でもイラストは完成します。プロレベルの作品には必須かもしれませんが、自分が満足する作品を作る目的であれば必ずしも必要ではありません。要するに、目的を達成するために必須の幹の手段があり、それに加えて作品をより良くするための枝の手段があります。これらを混同せず、目的に合わせた適切な手段を選択することが重要です。この動画では多くのイラストを描く人が直面する途中で挫折してしまうという一般的な問題を掘り下げました。イラストを完成させるための一連のステップ、ラフ、線画、着色で遭遇する隠れた落とし穴についてお話ししました。今回取り上げたポイントはイラストを描くときに陥りやすい手段の目的化という落とし穴です。これはイラストで何を伝えたいのか、例えば視聴者を楽しませることという本来の目的を失い、ラフを描いたり線画を引いたりするなどのプロセスに集中しすぎてしまう状態を指します。大切なのはなぜこれをするのかという根本的な目的を常に考え、それを達成するために最適な手段を選ぶことです。またイラスト制作では目的の隠れた前提という考え方にも注意を払う必要があることを強調しました。自分が本当に望んでいることは何か、どのようにそれを達成したいのかを深く考えることが最終的に満足のいく作品を生み出す鍵です。そして目的と手段の関係性についてもお話ししました。ある行動が一つの目的を達成する手段であると同時に別の行動の目的にもなり得るということです。この相対的な見方を理解することでイラスト制作に限らずどんな活動にも柔軟に対応できるようになります。結局のところ目的を明確に定義し、それにふさわしい手段を選択すること、
これがイラストを完成させるための最も重要な鍵です。今回の動画があなたのイラスト制作に役立つヒントとなれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。